コンパクトで手ブレ補正のついたカメラが欲しくてオリンパスペン EP7 を試してみました。どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただいてありがとうございます。今回はこちらのカメラなんですけど、オリンパスペン EP7 をグーパスさんでレンタルしたので紹介していきたいと思います。僕自身初のマイクロフォーサーズなんですが、センサーサイズが小さいことで不便と感じることは全くありませんでした。むしろコンパクトなことと機動性がすごく高いことがかなりのメリットだと思ってすごく気に入っています。普段デジタルカメラはこちらの、似てるんですけど X100V っていうカメラとか、今撮っている XT4 っていう富士フイルムのカメラを愛用しているんですけど、富士フイルムのカメラを使っていてもオリンパスのカメラを使いたくなってしまった理由っていうのも、僕なりにそれなりの理由があるので、今回はそういった理由についてお話ししていきたいと思っています。ということで今回の動画の内容ですが、オリンパスペン EP7 を試そうと思った理由、それが一つと、何回か使ってみたんですけど、それの使用感をお話しして、最後にこの富士フイルム X100V と少しだけ比較していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。まず最初にオリンパスペン EP7 が欲しくなってしまった理由なんですけど、コンパクトで手ブレ補正がついていて動画も撮りやすいカメラが欲しかったからです。僕は写真だけじゃなくて動画も結構撮るんですけど、動画に関しては最近流行っているシネマチックまではいかないにしても、スマホよりは少し印象的な表現をできるようなカメラが欲しかったんですよね。主に YouTube 動画に挿入する1秒程度の短めの動画とか、あとは家族やおじいちゃんおばあちゃんとかと共有するためのアプリで見てねっていうのがあるんですけど、それにアップするためです。写真をやっているパパやママはわかると思うんですが、特におじいちゃんおばあちゃんは離れていたりすると動いている孫を見た方がやっぱり喜ぶんですよね。例えば滑り台を初めて滑れたとか、あとはブランコとか、遊具とかですね、自転車に初めて乗れたとか、ストライダーに初めて乗った時とかで、やっぱ結構写真を撮ってる方も動画を撮っておいてよかったなとか思う時もあると思うんですよね。写真は好きで撮っていると言っても、やっぱり YouTube をやってなかったとしても動画は絶対に必要なものなんですよね。親としては同じような気持ちを持っている、写真を撮りつつ動画を撮っているパパやママもたくさんいらっしゃると思います。うちの子も小さいので遊具に一緒に登ったりすることは多いんですけど、大きいカメラっていうのはやっぱり結構邪魔になるんですよね。特に薄着の夏とか、暑い日とかだから、こういうカメラ、今回は EP7 ですけど、こういう X100V とかもかなり役立っています。だから写真は小さいフィルムカメラとか X100V っていう比較的コンパクトなカメラを使いつつ、たまにスマホで動画を撮ったりするっていうのが僕の講演スタイルでした。動画は今持っている X100V でもこのカメラでも XT4 っていう今撮っているカメラでももちろん撮ることはできるんですけど、 X100V は ND フィルターが内蔵されているけど手ブレ補正がないっていうので、ちょっとカクカクした動きというか、なんかブレが出てしまう動画になってしまうことが問題があって、で XT4 は手ブレ補正はついているんですけど、やっぱりちょっと大きいんですよね。こういうコンパクトなカメラとは全然違ってちょっとサイズ感が大きくて、あんまり動画を撮りつつ子供と遊ぶとかそういうことにそこまでは適していないかなと思っています。という理由から小さくて動画も写真も撮りやすいカメラっていうのが欲しくなってしまって、オリンパスのペン EP7 を試してみてるっていう感じです。正直この X100V に手ブレ補正がついていたら他のカメラを検討することは絶対になかったかなと思います。そして XE4 っていう、富士フイルムのこれぐらいコンパクトなカメラでレンズ交換式のカメラがあるんですけど、それに手ブレ補正がついていても、そちらを選んでいたと思うんですよね。今僕は富士フイルムのレンズを持っていますし、やっぱりそれに手ブレ補正がついていたらそっちの方が買いやすかったっていうのはあります。ここまでは理由をお話ししてきたんですけど、次はカメラの使用感ですけど、期待以上にサクサク撮れてかなり自分に合っているなと思っています。子連れで遊ぶこと以外もうないんで、今はこのサイズ感はかなりいいですね。すごくいいことばっかり今から話す感じにはなると思うんですけど、先に一応ネガティブなことを1点だけお伝えしておくと、それはこのキットレンズですね。このレンズ、ちっちゃくてコンパクトでズームなんですけど、これが伸びてもこれぐらいの大きさなんですけど、写りですよね。写りがちょっと物足らないかなっていう印象は少しあります。これ27,000円ぐらいなんですけど Amazon で。その27,000円ってレンズでめちゃめちゃ安いんですけど、安すぎて物足らないとかいうのも失礼なレベルなんですけど、でもそれでもやっぱり僕は結構単焦点が好きで、ズームレンズあんまりというか僕1本も持ってないんですけど、そういう理由もあってキットレンズにしてはすごいなとは思うんですけど、購入するほどではないかなと思うので、もし買うとしたらこの
レンズとボディを別で買って自分の気になっているレンズを買おうかなと思っています。なので今その気になっているレンズも一応この2本レンタルしてみたんですけど、この2本も使ってからまた動画を撮ろうかなっていう感じですね。どちらももう間違いなくキットレンズよりはいい感じです。なのでこれもまた使ったら動画を撮ってみようかなと思っているのでまた紹介します。一番重要なところなんですけど、携帯性ですね。携帯性はもう全く問題ないです。もうめっちゃちっちゃくてズームをしてもこれぐらいの大きさなので、もう全く問題ない。めっちゃ小さいですね。スマホと比べてもこんぐらい小さいのでめちゃめちゃいいなと思ってます。で、使いやすさですね。使いやすさはいろんなところについてお話ししたくなってしまうんですけど、今回はちょっと絞ってそんな長く使っているわけじゃないので軽くなんですけど、とりあえずダイヤルが多いですよね。なので結構これが使いやすくて、富士も結構ダイヤルが多くて僕は気に入ってるんですけど、こういう部分の操作性は結構似てるかなと思うので意外と速くなれそうな感じはあります。で、チルトモニターがついてるんですけど、これが一応180度動くんですけど、普通こっちのこのモニターが上側に出るんですけど、これが下に向くんですよね。これがちょっと微妙かなと、正直思いました。起動も普通にめっちゃ速いですし、オートフォーカスも結構速いです。あとはこのタッチシャッターも押したらもう速攻ピント合う感じで爆速でめちゃめちゃ使いやすいかなと思います。子供を撮るのも結構簡単ですね。あとは動画なんですけど、この動画ボタン、これかな、ここに赤い点、これがあるんですけど、このボタンを押すだけで動画を撮り始めることができるので、これがついていることが一番のこのカメラを使いたいなと思ったポイントなんですけど、この録画ボタンがあると何がいいかっていうと、写真を撮りつつ動画もモードを切り替えることなく撮り始めることができるので、かなり使いやすいんですよね。だからこれが欲しいっていう感じです。で、この動画の機能についてはまた詳しくお話ししようかなとは思うんですけど、4K30p まで撮れて、ハイスピードっていうんですけどスローモーションみたいなのが撮れて、手ブレ補正がついているので滑らかな映像を撮ることができるっていう感じの動画性能です。ちょっとマニアックな話になってしまうんですけど、シネマチック的な動画を撮る方にとってはシャッタースピードの変更っていうのは結構重要ポイントかなとは思うんですけど、それができないんですよね。多分ちょっとまだ使い込んでないんで、これ違う情報だったら大変申し訳ないなとは思うんですけど、動画を撮りながらシャッタースピードを30分の1とか60分の1とか、そういう風に変更することが今のところやり方が分かっていないので、そこの設定がちょっと今のところできていないっていう感じです。で、正直、その辺できた方がいいことはいいんですけど、シネマチックな動画とかを撮りたい人っていうのはこのカメラをおそらく選ばないと思うので、僕みたいな感じで、写真を撮りながら子供の動画もついでに撮りたいっていう感じの方がこういうカメラを選ぶかなと思うので、僕的には撮影した動画を見る限りでは全然問題なく使えるかなと思っています。一番驚いたポイントなんですけど、意外と電池持ちが良かったんですよね。この間4時間ぐらい撮り続けたんですけど、バッテリー1本で電池残量が1あったんですよね。やっぱり電池とかそういうの、カメラもたくさん持ち歩きたくないですし、子供と一緒に遊ぶって言ったら電池とかもできるだけあんまり持ちたくないので、その辺はかなりありがたいポイントかなと思います。あと細かい点ですけど、これはちょっとネガティブポイントなんですけど、端子がマイクロ USB なので、最近はちょっと USB-C の機材が増えてきていて、自分も比較的マイクロ USB の機材とか他のガジェットとかもあんまり持ってないんで、ケーブルが増えるのはちょっとあんまりよろしくないなっていうふうに思います。あとは最後に外観だけ X100V と比較していきたいんですけど、こうやって見るとかなり似てますよね、見た目が。だから好きっていうのもあるんですけど、どちらもめっちゃかっこよくて、 EP7 の方がサイズ感は結構小さいですよね。結構はみ出るよね、 X100V の方が。で、この小ささで X100V はレンズ交換できず、 EP7 はレンズ交換ができる。それがすごいですね。で X100V の方ももちろんいいところがあるんですけど、ティルトモニターがついているカメラなんですけど、これ X100V の動画でももちろんお伝えしてるんですけど、ここフラットなんですよね。チルト
のモニターがついてるって分かんないんですよね。で、普通のチルトモニターってこれが埋め込まれてなくてモニターが出っ張ってるんですよ。こんな感じでなってるんですけど、 X100V はこれが本当に慣れてたんで全然最近は実感してなかったんですけど、他のカメラを使ってみてこれはめちゃめちゃ美しいなと思いました。デザインめっちゃこだわってますよね。これは X100V 富士フイルムの素晴らしいところだと思います。というわけで最後にまとめようと思うんですけど、今回の動画でも写真とか動画を多めに紹介してきたんですけど、また写真もメインで別の動画っていうのを作ろうかなとも思っていますので、もしよかったらそちらもご覧ください。そしてもちろん今回のようにオリンパス以外の今までも紹介してきている富士フイルムのレンズとかボディとか、あとはフィルムカメラの紹介もやめるつもりは全くありませんので、そちらもまた見に来てもらえると嬉しいです。富士フイルムを好きという気持ちは全く変わっていません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。